森保監督の日本代表をもう一度アジアカップで見られる。日本は相手に力負けするというより、自分たちで流れを悪くして負けることがある。最後くらい本気の日本代表を見せてくれ。日本は前回のようにアラブ勢に負けるかもしれない。日本にとって一番怖い相手は自分たち自身かもしれないね。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回は AFC アジアカップ2027まで森保監督が続けることに同意したことを知ったタイサポーターと話していくよ。アジアカップはタイと同組だったよね。そうだね。ちなみに日本はグループ F でカタール、インドネシア、タイと同組になったよ。それでこれが組み合わせだね。レバノンかイエメンだったところがイエメンになってるね。2対0でイエメンが勝ってアジアカップ出場を決めたよ。なんだかアジアカップって出るのが当たり前ってイメージがあるから予選あることがちょっと不思議。日本人からするとそんな感覚だね。でも日本も昔は弱かったみたいだから予選頑張ってた時もあるのかな。どうなんだろう。このチャンネルって私たちより年上の視聴者さんが 95% 以上だから優しく教えてくれるはず。教えて教えて。じゃあ今回もタイサポーターのトムくんとリモートをつないでいるよ。สวัสดีครับ。サワディサワッディーカー。か。じゃあアジアカップまで森保監督が続けることに同意したことを知ったタイサポーターが何て言ってるか教えて。任せてください。トムくん、森保監督が半年続投するってタイでは話題になってるんだよね。アジアカップまで契約を6ヶ月延長して今のスタッフもそのまま続けて、アジアカップが森保監督にとって日本代表での最後の大会になるみたいだね。タイではニュースを見て、これは朗報だ。森保監督の日本代表をもう一度アジアカップで見られる。ここまで続けるなら最後はアジアカップを優勝して綺麗に締めくくってほしい。僕も最後まで見届けたいよね。優勝したら森保監督泣いちゃうね。そうなんだ。日本には拍手で送り出せるような最後にしてほしい。半年だけって理由はタイではどう推測してるの？新しい監督を探している間だけ森保監督に続けてもらうんじゃないか。アジアカップが終わった後に新しい監督へ交代する流れだから、森保監督にとって本当に最後の仕事になる。アジアカップが森保監督最後かもしれないけど、タイも同じグループなんだよね。そうなんだよ。僕たちタイサポーターにとってもかなり注目したくなる大会になったね。日本サポーターはアジアカップは本気じゃないって言ってる人もいるけど、森保監督はやっぱり優勝を狙ってるよね。狙うどころか今回は優勝するしかないって見られてるよ。優勝するしかない。日本は大会の優勝候補筆頭で、アジアではどの国よりも戦力が上だって評価されてるからね。今回は優勝が義務みたいなもので、準優勝でも成功とは言えない。優勝か優勝以外か。日本が最後にアジアカップを制したのは2011年だから、今回は16年ぶりの王座奪還を狙うことになる。前回大会もベスト8で敗退しているから、森保監督にとっては借りを返す最後の機会だね。だから若手を試す大会にはせず、最初から優勝だけを狙ってほしいって言われてるよ。最後くらい本気の日本代表を見せてくれ。実力を普通に出せれば優勝できるけど、日本は相手に力負けするというより、自分たちで流れを悪くして負けることがある。日本にとって一番怖い相手は自分たち自身かもしれないね。今の日本はメッシのいないアルゼンチンとほぼ同じくらいの強さだ。最後をきれいに締められるか、それともまた同じように自滅してしまうのかが注目されてる。でも日本はアジアカップでは優勝できないって言ってる人もいるんだよね。日本はアラブ勢やオーストラリアを苦手としているから、アジアカップ優勝は簡単ではない。日本はアジアカップで手を抜いているわけではなく、本気で戦っても優勝できず、敗退するたびに批判されている。日本は今回もベスト4で止まる。日本への評価は課題だ。アラブ圏で行われる大会なので、日本は前回のようにアラブ勢に負けるかもしれない。優勝してやれ。森保監督はタイではどう評価されてるの？そこはかなり分かれてるね。実際に108試合を指揮して74勝、勝率も 68% を超えてるから、高く評価してる人は多いよ。そんなに試合したんだ。しかも74回も勝ってる。しかも簡単な相手ばかりと戦ったわけじゃないし、日本は欧州の中堅クラスとも普通に戦えるようになった。スペインやドイツにも勝ってるしね。森保になってから日本代表は確実に成長した。強豪国を相手にしても戦えるチームを作った。今回のブラジル戦は相手が悪かった。ブラジルを率いていたのは今でも世界トップクラスと評価されてるアンチェロッティだから、そこで負けただけで森保を全部否定するのは違う。アンチェロッティは年収17億4800万円だもんね。でもこんな意見もあるよ。
韓国代表だったら今回の結果では森保監督は帰国できなかったかもしれない。森保監督との契約を延長した判断はひどい。親善試合や予選では強いけど、本当に結果が必要な大会では壁を越えられてない。強豪に勝った実績はあっても、ワールドカップの決勝トーナメントでは何度もその先へ進めてない。そうなんだよね。ただ森保より他の日本人監督の何が優れているのかわからない。監督を変えれば必ずもっと強くなるわけじゃない。森保監督の8年間を成功と見るのか、それとも大きな結果がまだ足りないと見るのかで評価が分かれてるんだ。でもワールドカップで目標に届かなかった理由も監督だけではない。主力選手の負傷での流れを変えられる選手がほとんどいなかったのが大きかった。久保もグループステージの初戦で膝を痛めた。中心選手が揃わなかったのは痛かったよ。強い選手がいても試合に出られなければチームの力は落ちてしまう。でも選手が怪我から戻ってきたら日本の問題は全部解決するの？それだけじゃないね。日本には決定力のある本物のセンターフォワードがいないって指摘もあるんが。確かにワールドカップで上にいる国ってすごいもんね。組織やシステムだけでは限界があって、世界一を狙うなら一人で違いを作れる選手が必要だ。相手にビニシウスみたいな個の力を持つ選手がいると、そこが試合の差になる。日本は組織力が強みだけど、それだけでは勝ちきれない試合もある。あとずっと指摘されてるのが空中戦への対応だよね。身長だけじゃなくてクロスやロングボールへの守り方に問題がある。アジアカップでも同じように失点していた。実際に日本を倒すには空中戦を使う必要があるって言ってる人もいたよ。タイって空中戦強いイメージないけどな。簡単に失点したり、中盤でボールを失った後そのままゴールまで持っていかれたりするところも指摘されてる。先に点を取ってから守りに入りすぎる。守り切ろうとして逆に苦しくなっている。リードした後も追加点を狙って相手を自陣に押し込んでおくべきだった。決定力、個の力、空中戦、ボールを失った後の守備、それからリード後の試合運びと、日本は強い相手とやると問題が出てくる。アジアカップではそういう問題をまた繰り返さないことが重要。日本はどんな選手でアジアカップに挑むってタイでは予想してるのかな。そこもタイサポーターの間で意見が分かれてるんだ。 J リーグの選手と U23 を混ぜたチームになって欧州組は呼ばないんじゃないか。ワールドカップ直後だから国内組や若手中心になる。対戦では何人かローテーションする可能性がある。それならタイにもチャンスがあるって言われてるのかな。いや、日本は J リーグの選手だけでもタイが戦うのは難しいし、控え選手や若い世代でも十分強いって見られてるよ。日本の国内組も高く評価してるんだね。でも反対に今回はワールドカップ組を中心にするって見方もあるんだ。どうして？日本はこれまでのアジアカップでもワールドカップに出た選手をチームの軸にしていて、前回も14人から15人くらいいた。そんなにいたんだ。それなのに日本はアジアカップは本気じゃないって言ってる人よくいるよね。遠藤、三笘、南野、純也島まで来るかもしれない。三笘、南野、純也には最後に優勝カップを掲げてほしいって期待もあるんだ。この3人は次のワールドカップが年齢的に難しくなる可能性もあるからね。タイからすると日本がメンバーを落としてくれた方が助かるんじゃない？もちろん U20 でも厳しいのに、ワールドカップ組が来たら考えるだけで恐ろしい。でも公式戦で日本の主力と本気で戦える機会なんてなかなかないから、それはそれで経験だ。タイ代表にとって自分たちの現在地を確認できる貴重な試合になる。日本が選手を落としてくれることを願うより、できるだけ強いチームと戦った方がタイのためになる。日本がどんなメンバーでも大きな挑戦になることには変わりない。ただ日本と同じグループに決まってから急に強気になったタイサポーターも多いんが。強気？日本は優勝を狙う前にまずタイを突破してみろ。日本がタイと対戦したら寒気がするだろうね。タイが日本にサッカーのやり方を教えてやる。タイサポーターかなり威勢がいいね。ハドソンにやられて泣くことになる。ハドソンが日本にタイウェイを教える。 DC エンジン by ハドソン。石井監督の後に就任したアンソニー・ハドソン監督だよ。一人で監督就任会見してた人だ。じゃあ試合の予想はどんな感じなの？タイが 3-0 で日本に勝って森保を予定より早く辞めさせるって盛り上がってるよ。タイと同じグループに入った時点で森保は解任される運命だ。タイがグループ首位になる。未来から来たけどグループステージでタイが日本に 3-0 で勝って決勝でもまた日本を倒して無敗優勝する。未来から来たの？すごい。正直日本とタイの現在地にはかなり差があるよ。日本は選手を欧州へ送り出してるけど、
タイの選手にとっては J リーグが大きな目標の段階だからね。欧州の人から見たら日本は普通のチームかもしれないけど、アジアでは間違いなくトップクラスだよ。欧州には日本より強い国がたくさんあるけど、アジアの国からしたら日本は全然普通じゃないからね。しかもタイは日本だけじゃなくてカタールやインドネシアとも同じグループだよね。日本とカタールはワールドカップに出て、インドネシアもワールドカップ出場に近づいたのに、タイは予選で敗退してるからかなり厳しいグループだ。タイは東南アジアの相手にも苦戦してるのに、日本を簡単に倒せるわけがない。それでも日本と戦うならタイはどんなサッカーをする必要があるのかな。まず90分間走り続けることだね。最後まで全力で戦える体力がないと厳しいよ。日本は空中戦への対応が弱いという見方はあるけど、ただロングボールを蹴って競り合うだけではタイがボールを失って日本に支配される危険もあるんだ。タイは地上で素早くパスをつないで、選手それぞれの技術を全部出しながら怖がらずにプレーする必要があるよ。守備はどうするの？一人で守るんじゃなくて、中国戦で見せたように全員で助け合ってみんなでゴールを守らないといけない。でもずっと引いて守ってたら点取られちゃうよ。ただ耐えてるだけならいつか日本に崩されるからね。守備を固めながら奪ったら早くつないで攻撃する必要があるよ。日本の監督が誰なのかより選手の質そのものに差がある。試合だから何が起きるかはわからないけど、最初から日本と同じレベルだと考えて戦うのは危ないね。日本とタイの差は今の選手や監督だけの問題でもないんだよ。他に何が違うの？大きいのは監督が交代した後の進み方だね。日本は監督が変わってもそれまで作ってきたものを引き継げるから、全部を壊して最初から作り直す必要がないんだ。変わるのは一部の戦術くらいで、チーム作りそのものは続いていく。タイは違うの？タイと日本の大きな違いがそこなんだよ。タイは新しい監督が来るたびに、その監督が自分のやり方で一から作り直すことが多い。いつも1から始めて2、3、4、5と進む前に、また監督が変わって1へ戻る。それは大変だ。日本は長期的な成功を重視してるけど、タイは結果を急ぎすぎて負けが続いたら待てないんだ。監督には多くを求めるのに長期的に任せることができないんだね。だから森保がタイ代表の監督になってもすぐに解決するわけじゃないよ。監督の能力よりも結果を待てない上層部の問題があるからね。でも結果が出てた石井監督は辞めさせられちゃったね。選手の実力もまだアジアの上位レベルに届いていないし、育成年代の基礎も十分じゃないのに結果が出るわけがない。技術部門から協会のトップまでサッカーへの理解が足りない。若い選手はどうやって育てていきたいの？各世代がワールドカップに出るような国と戦って、負けたり引き分けたり勝ったりしながら成長しないと、いきなりトップ代表だけが強くなることはない。タイでも日本人監督を呼んでほしいって人は多いんだけどね。石井はタイの選手をよく理解していたのに、契約が終わる前に解任されたから、もうタイで仕事をしたい日本人監督はいないんじゃないか？外部から介入されてこれまで築いてきた評価まで失うかもしれないから、森保はタイに来ない方がいい。タイに必要なのはいい監督を呼ぶことじゃないんだね。その監督がいなくなった後も続いていく仕組みが必要だ。日本に近づくなら監督を交代するたびに1へ戻る状況から変えないといけないよ。アジアカップの後に誰が日本代表を率いるのかも注目されてるよ。誰って言われてるの？まず名前が挙がってるのは、次の日本の監督は U21 日本代表を率いている郷大岩だね。森保も以前オリンピック世代とトップ代表を担当していたから、同じような流れを考えてるみたいだね。若い選手を知ってるから世代交代はしやすそうだね。日本代表の次の監督は石井正忠でもいい。でも通る鬼木の方が面白いって意見もあるよ。鬼木徹監督、イタリアと同じ意見だ。鬼木は3バックを好まないから、日本代表の今のシステムと合うのか気になる。詳しい。そんなことまで。他には日本人監督じゃなくて外国人監督を呼ぶ話もしてたよ。もう外国人監督を試す時期だ。今の日本なら世界的な監督も興味を持つくらい選手の質が高くなってる。戦術を理解して実行できて、組織的な守備もできる選手が揃っている。ペップに率いてほしい。ペップが来たら攻撃の形が増えて、4年間任せれば優勝できる。マルティネスが待ってる。有名な監督なら誰でもいいわけじゃなくて、日本がこれまで作ってきたものを引き継げることも重要。4年間任せたら優勝できるなんてすごい。これは来てもらうしかない。推定年収約40億円みたいだよ。ぐぬぬぬぬ。タイでは森保監督が退任した後どうするのかってことまで話してるんだ。
日本サッカー協会の技術部門に入って、新しい監督に長期的な準備を任せる形がいい。監督を辞めても日本代表に関われば引き継ぎもしやすくなる。ただタイでは日本を辞めるならそのままタイ代表の監督になってほしい。ハドソンの代わりに呼ぼう。森保ならタイをワールドカップへ連れて行けるって言ってる人が本当に多いんだよ。ブラジルもインドネシアも監督になってほしいって人がいて森保監督大人気だね。日本は2050年の目標へ近づいているけど、タイは日本から何年遅れているんだ。日本がタイから20点取れたらワールドカップで優勝できる。タイサポーターはこんなことを言っていたよ。トムくんありがとう。未来から来た人が本物か半年後にわかるね。ひなさんそうだね。それじゃあเจอกันครับ。中間か。アジアカップまで4試合親善試合があるんだよね。そうだね。まだ相手は決まってないけど、9月24日、9月28日、10月1日、10月5日に試合をするよ。ちょっと待って、12日の間に4試合するの？前って2試合やった後に1ヶ月ぐらい空いてなかった？そうなんだよ。選手たちの移動が大変だからってことで、今年の代表ウィークがこんな感じになったみたい。じゃあ選手が呼ばれるチャンスも1回減っちゃうね。というかその1回の招集でもう次アジアカップってことは森保監督にやってもらった方がいいっていうのも納得だな。まだ時間は決まってないけど、試合日程はこれだよ。ついに試合まで半年切ったね。イタリアサポーターは大陸チャンピオンになることは大切って言ってたし、優勝してほしいね。ということで、今日は終わり。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。